皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さて、いよいよ始まります。クリーナーです。いつもダラダラ塗り始めてダラダラ喋る感じなんですけども、今回はね、塗る前の下準備と、なんて言うんだろう。何を考えて塗り始めたのかみたいな説明から入っていきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、パーツの洗浄、バリ取り、マグネタイズが終わった状態でございます。めんどくさいけど重要な作業ですね。私、マグネタイズに少々こだわってまして、なるべくマグネタイズでパーツを細かく分割できるような状態にします。いや、やりすぎかっていうぐらいやるよね。まあ、自己満足的なとこもあるんだけど、一応これね、例えばね、これ販売しますってなった時に、輸送時に壊れにくくするためになるべくバラバラにしたい。要するに出口戦略みたいな側面があるんですね。もう一つ、今後間違いなくガレージキットの 3D プリント製品っていうのは間違いなく増えます。で、その時に、破損しやすいのよね、3D 製品って。なので、多分、この限界までばらせるっていうのは、ちょっと重要になってくんじゃないかなって、なんとなく思ってて。このマグネタイズ化っていうのは、ちょっとめんどくさいけど、今後も続けていこうかなと思ってますね。そんな感じで、次行きましょう。はい、次の写真。全体のイメージをいつも、配色を決めるときいつもこんな感じです。かなり大雑把です。実際は塗りながら変わっていきますね。これだと、靴はもっと暗い赤になってるね。完成品は。紫色の影はもっと顔の向かって左側にかかってる。鎌もこんなに紫入ってないな。で、左上にはなんとなく使う色を置いて、そこから拾ってなんか適当に色乗せるみたいな感じですね。はい、次ですね。で、これ実際の完成写真です。まずね、正面から見た段階で左右から見ると違う表情を見せるのではないかと期待させることを意識してます。どういうことかっていうと、まず、向かって右側から赤い照り返し。で、これちょっと角度的にあんま映ってないけど、向かって左は紫色がちょっとかかってるので、これシルエットの強調を意識してます。で、多くの人ってのはこの作品をほぼ写真で見ることしかないわけね。なので、この正面の写真っていうのは、なんていうの、この作品の入り口だと思ってるんだよね。でこれを見たときに、左右で違う展開があるんじゃないかと感じてもらう、いわゆるつかみとして、まあそういうのが非常に重要かなと思っております。わかる言ってることわかんない、まあ、そっか。まあ、そんな感じで。この正面はこの作品の入り口と考えています。はい。で、組みました。このただのレジンの塊がああなると思うと感慨深いね。一応これのなんだっけ、マグネタイズ、これのっていうか、まあいろんなやつのマグネタイズした動画あげたじゃん。の中にこれのマグネタイズのどこがマグネタイズされているかっていう動画も過去っていうかちょっと前だよね、あげてるんで、よかったら見てみてください。見てね。はい、次の写真です。何これで終わり？はい、今回は一旦全部黒サフで真っ黒にしました。あんまり黒サフ使わないんだけど、グレーでやることが多い。ただこれは完成イメージが結構暗めイメージしてたんで、まあ、黒サフでいいかな。というのと、
もう一つ次の工程をやるためにちょっと黒作じゃないとダメだったっていうのがあります。次の工程、今から話す。ということで、次。その後に白サフを斜め上から吹いてます。これダブルアンダーコートっていうんですけど、そんな珍しい技ではないです。これもう右にも赤いのあるよね。そう。で、この段階で右側から赤いインクを吹いて OSL のイメージもつかみます。ベース塗ったら消えるけどね。で、実はこの状態からインクとかシャデルのコントラストカラーでこのメイド情報のみを生かして色味のみを追加するスラップチョップっていうやり方もあるんだけど、チョップーチョップこの段階のメイド情報から変えられないのでやりません。この段階のメイド情報から変えられない。つまりここもうちょっと暗くしたいなとかがすごくやりにくくなるんだ、それ。ただその大量のミニチュアをスピーディーに仕上げるのには非常にいいんだよ、そのスラップチョップっていうのね。それは他の方がね、いろいろ解説されてるんで、ここで言うことではない。で、次ですね。で、全角度の写真を撮っておきます。で、それはなぜ？塗るときに、この写真を参考に陰影をつける。なるほど。なので、正面は明るいけど、後ろなんか見たらほぼ真っ黒なはずなんだよね。その明るいとこから暗い部分の移り変わりを把握しておくために全部写真に残しておいて、塗るときはそれを参考にします。はい。これいつもこういう OSL やるときはやってんの？これは今回初のそういうあれの写真って？昔万野大輔さんの鶴塗ったときはこうやってやった。あれはなんていうんだろう、シルバーの光沢のあるスーツみたいのを全身にまとってるやつで、それはね、ダブルアンダーコートじゃなくて、ライトの下で撮った写真を全角度撮っといて、それ参考に陰影つけたの。じゃあ次です。して、写真を保存したら、ベースを全部塗っちゃって、また赤いインクで、OSL の当たりをつけます。これはエアブラシでやってんだよね。そうです。で、光源の強さで、これ、なんていうの、私情報なんだけど、OSL の光源の強さで大中小があるのね。要するに、当たってる明かりが強いか弱いか。で、ちょっと待ってね。まず、自分が考える OSL の小は、普通に全部塗っちゃって、最後に蛍光塗料とかをエアブラシでさっと拭くのが小。光源が弱い。中は、ベースを塗って、今回のように赤入れて、そこからちょっとずつオレンジプラス黄色っていう風に立ち上げていくのが中。大はベース塗ってから光当たってる部分を白で塗っちゃって、そこから赤で立ち上げていく。これが大。よくウォーハンマーとかの銃の光らせるやつとかそういう系のやつ？そう。あれが大と個人的には思ってる。で、今回は中。そんなにそこまで光強くない想定ですね。はい、次行きましょう。はい。今回の売り OSL 部分ですね。木が人の顔の形になってんだよね、これね。それを強調する意味合いもあります。で、
いやほんと光ってるなと思って見るたんびに言うよね、光ってるね。まるで本当に光ってるかのような。で、これ、この人間の顔に当たってる悪は割と大げさなの、実は。っていうのは、これ、想定してる光源から人間の顔はかなり遠いんだよ。確かに。で、こんなに明るくならないんだわ。確かに。光源から遠ければ遠いほど、サイドは落ちてって、これぐらいの距離だったらちょっと赤いぐらいになるはず。これでこうやって見るとさ、それだったらさ、腕ももう相当赤くなってそうだよね。そう。確かに。だこれ嘘なのね。で、なんでこんなことするかというと、最初に言った、その正面から見た写真がその作品の入り口だと思ってるので、こう、なんていうのかな。作品全体、まずね、そう。顔に目が行くんだ。どうしても人型の作品って。だから、そこでこの作品の世界観みたいなのを伝えたくて、なので顔の照り返しはかなり大げさにしたんだよね。光源からの距離は遠いんだけども。まあ、そういう理由があります。例えば、この写真には写ってないけど、右足の下の方の影とかかなり紫になってんだけども、多分、物理的には多分おかしいかなと思うんだよね。まあ、その辺は塗りながら、見栄え重視で調整していくっていう感じかな。うん。多少の嘘も必要かなと思いながらやってますね。でもこれほらね、今回サヤモデル賞に出したけど、村上慶吾さんに意見聞いたら崩壊してないって言ってたもんね。そうだね。だからたとえ嘘だったとしても崩壊してないからまあいいってことでしょ。まあもしこれ聞いてたらね、なんで嘘だったのかって思うかもしれないけど、という感じですね。はい、次行きましょう。はい、個人的には実はこっちの方が好きです。OSL は結構何回かやってて、最初にこういう風にやろうと思って、で、なんていうの、失敗する気もないっていうか、まあイメージ通りに行くでしょうって思ってやってたのね。こっちは挑戦だったの、こっちは。初めてこの感じは。で、右側面、今回、ハイライトは黄色寄りのハイライトにしてまして、でその色相的に反対の紫色で、闇を連想させるっていうのを狙ったのね。で、この画像の色情報を廃棄してみましょう。はい、次行きます。これさ、まあ言ったと思うんだけどさ、袋ってさ、なんですごい浮いてんの？いや、これね、実はね、これまずいな、言うと。まずい。いや、袋は、この背面はあんまり光当たってない想定だから、で袋も暗いとこにあるとこういう色になるかなと思って塗ってるんだけど、ちょっと明るくなりすぎたんだね。特に袋の模様とかね。袋の模様は公式の作例そのまま引っ張ってて、その模様が暗いとこにあったらこれぐらいの色になるなっていう、一応落としてるのね、明るさを。なんだけど、これ実は村上慶吾さんに見てもらった時に、この袋はまあちょっと浮いてる感じするけど、これはあえてかなと思うんでって言ってたんだけど、いや、これ実はちょっと自分でもちょっと浮いてるなって思ってたんですよ。言ってないの？言ってない。言ってないけど、トータル的に見て破綻してないと思ってくれたら、とりあえずいいか、今後の課題ってことで黙っていこうと思ったんだけど、バレた。余計なことすいませんでした。先ほどの情報じゃなかった。画像から色情報を廃棄して、明度情報のみにしたんですけども、こうしてみると実は差がないのね。画面の右と左で明るさに差がなくて、色相の対比だけで暗く感じさせようという狙いです。で、これなんでかっていうと、色暗くなっていくと、グラデーションかけられないんだよね。
暗くなっていくと人間の目は認識できなくなる。その色の変化とか明るさの変化を。なので、色相だけで暗さを感じさせて、この暗い部分にもグラデーションをかけて情報量を増やそうっていう企画ですね、これは。あと、後ろから見たときも、ちょっと画像用意してなかったな。背面だと、左から赤い光当たってるんだけど、右側はほぼ紫で、それが暗い色だけだと、ほぼ、なんていうのかな、グラデーションもなく、なんかのっぺりとした印象になると思ったんで、なので、まあこういう手法を取りました。これは、この作品に一番気に入ってるのはここ。で、今後もこの色相の対比で見せるっていうのはちょっと追求していきたいなと思ってて、今着手してるやつもそれを狙ってる、っていう感じですね。じゃあ次行きましょうか。はい、革靴と手袋なんですけど、実は同じ赤のつもりなんですよ、これ。で、靴が暗い部分にあるから同じ赤なんだけど見え方が違う想定で色を変えたんですけども、うまくいったかは疑問。ここがまあこれが課題だな。このなんていうかね、同じものなんだけど置かれてる状況が違うから色が違う、見え方が違うっていうのはなんていうかもっと説得力を持たせていかなきゃなんないなって思ってます。同じ色使ってんだよね。使ってない。この人が履いている手袋と靴がもともと同じ色なんだけど置かれてる環境が違うから見え方が違うっていう想定。今これ実物がね目の前にないからね。その想定で違う色を使ってるのね。そう。なんだけど多分そう見えてなかったような気がするんだよな。こういう色の手袋とこういう色の靴を履いてるのねっていう風にしか伝わってないような気がするんだよな。おマークをそこまで汲み取ってるかどうかってことだよね。使ったらそんなに目にいかないかな。あまりにもOSL、その赤い光と青い光のあれがパーンってくるから。でもこれ今後のやりようとしては例えば木漏れ日だとか大きく影になる部分とそうじゃない部分があってそこで色違うみたいな、そういう風にやっていかなきゃならないのかなと思ってるな。難しいねこれね。まあ次いきますか。カマですね。これはまあ NMM です。なんでメタリックトロールじゃないんですかっていうとこなんだけども、一応持論がありまして、今回に関して言えばこのモデル自体がかなり大きいので、NMM にしないと他の部分の解像度に負けると思ったので NMM にしましたね。これ一時期大ハンマー界隈でなんか NMM にしなきゃなんないんですかみたいなのがちょっとその流れあったと思うんだけど、でみんな多分それぞれ独自の哲学美学を持ってるのかなって気もするんだけど、自分の考えとしては NMM の最大の理由は光源の固定かなと思ってますね。ここに光源があるからここが光ってくれなきゃ困るという理由だと思います。もし明確な光源がないんだったら別にメタリック塗料でいいと思う。で今回ねこの釜に本当は反射した月を描こうと思ってたの。上空に月がある体でテカテカの金属に周囲の景色が映り込むってよくね海外の鎧とかでさあるじゃん。これやめました。今の自分には無理と思って、でもう締め切りっていうか間に合わないと思ったからやめました。これは今後の課題ですね。あと一応あれでね、これ血をちょっとつけてるね。これ
そっか、シタデルのテクニカル、ブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッド。まあ、多分皆さん持ってると思います。それがあんまりわかんない。あんまり、ほんとちょっと血ついてるぐらいでいいかなと思って。でもせっかく頑張って塗ったのに、血塗って全部なくなったら嫌だなと思って。こんだけすんげえ OSL やって、なんか、全てを台無しにするかのような OSL やるくせに、その血は、あれなんだ、なんか、躊躇するところが意味わからないけど、ちょっとビビって。ビビるとこ違う。まあ、とりあえずこんな感じかな。ということで、まとめ。これまとめますけど、先ほども言ったように、この正面の写真が、この作品の入り口、玄関だと思ってますので、この写真である程度、全体の展開を感じられるように意識して、配色とか考えてますね。で、まあ、このモデルにそれがうまくはまったっていう感じなのかな。これ、右耳に相当紫かかってるんだけど、最初そうじゃなかったんだよね。塗ってるうちに、これもっと紫がこっち側に侵食してきてる方がいいな。本当はね、もっと紫入ってきてた方がいいかな。っていう、反省もあるな。これ、なんか顔の向かって左側の影はもっと紫。でもそうなると物理的にだんだん嘘入ってくるんだよね。だけど、そっちの方が見栄え良かったかなとか、いろいろ考えるな。ただ、ダメなとこ分かるっちゅうことは、伸びしろあるということでね。と言いつつ、次の作品いきますけど、そんな感じですね。で、こちら、本日2026年3月なんですけれども、下の説明概要欄にもいつも貼ってあるボイラーさん、札幌にあるボイラーさんっていうところにこれ今置かせてもらってます。なんとなので2026年今3月なんですが、1ヶ月2ヶ月ぐらいはそちらに置かせてもらってると思うので、よかったら現物を見る機会は多分ない、そうそうないよね。あんまりないかも。と思うので、よかったら見てあげてください。よろしく。その上に私のやつも置いてあるんでよかったよろしく。ということで、次からは塗りを見せていきます。これの第1弾が顔の肌、目を入れる前までだよね。そうです。よし、じゃあそういうことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。テレスノンでした。ひまわりでした。またねー。